れじゃあよろしくお願いします、ひなもりさん。任せてちょうだい。今日はまず基本のステッチを何種類か教えるわね。慣れてきたら実際に図案を縫ってみましょう。ステッチ、それって縫い方のことだよね。家庭科で習う並縫いや本返し縫いも、刺繍ではランニングステッチ、バックステッチって呼んだりするの。そうなんだ、詳しいんだね。なんだか先生みたいだな。そうかしら。じゃあ最初はアウトラインステッチからやってみましょうか。線を描いたり面を埋めたりするのによく使うステッチなんだけど、まずはやってみせるわね。よろしくお願いします。こんな風に玉結びをして布から針を出したら、少し離れたところへ針を入れて、次は少し戻って針を出したところと入れたところの真ん中から針を出すの。これを繰り返すと線になっていくね。これがアウトラインステッチ。バックステッチよりも丈夫で少し太い線になるのよ。次は一緒にやってみましょう。まずは玉結びをして、こんな感じでどうかな。まっすぐな線になっていてとっても上手だわ。強いて言うなら、針を刺す感覚を揃えるともっと綺麗な線になりそうかしら。なるほど、ありがとう。やってみるね。ねえ、バレンタインどうするかもう決めた？でもプレゼントは当日まで内緒ね。参考にしたかったのにな。廊下の方楽しそうだね。みんなもうバレンタインの準備を始めているのね。私もそろそろ考えないとな。朝比奈さんも誰かにプレゼントを渡すの？サークルの子たちとバレンタインパーティーをするんだけど、何か持ってきてって言われてるから。あら、えなちゃんたちと？楽しそうね。私もバレンタインは周りの人たちにプレゼントを贈ろうと思ってるの。バレンタインは感謝や大好きな気持ちを伝えられるいい機会だから、そういう思いをちゃんと伝えられるような心を込めたプレゼントにしたいわ。心を込めたプレゼント、素敵だね。でもどんなプレゼントだといいんだろう。そうね、こんな風に刺繍を入れた小物を送ってもいいかもしれないわ。刺繍か。確かに手作りの贈り物ってなんだか特別な感じがするよね。でしょ？それにこれはあくまで私の感覚なんだけど、刺繍ってたくさん思いを込められる気がするの。思いは？相手のことを考えながら図案を練ったり縫い進めたりすると、その分思いも乗せられるんじゃないかって。だから昔から特別なプレゼントをしたいときは刺繍をすることが多いのよ。そうなんだ。なんだかひなもりさんらしいな。お互い相手に喜んでもらえるような贈り物ができたらいいね。あ、しずく、ここにいたんだ。はるかちゃん？
朝比奈先輩も一緒だったんですね。お疲れ様です。お疲れ様。日の森さんに用事？はい、ちょっとだけすみません。しずく、グループメッセージ見た？メッセージ？ちょっと待ってね。あら、ごめんなさい。電源が切れていたみたい。そうだったんだ。じゃあ後で見ておいてもらえると嬉しいな。次の活動の連絡を送ってるから。わざわざありがとう、はるかちゃん。どういたしまして。ところでそれって何してるの？刺繍の練習よ。家庭科の授業で裁縫の課題が出たから日の森さんに教えてもらってるんだ。今はまだステッチの練習をしてるところだけど、この後実際に教本に載ってるデザインを縫っていくつもりよ。例えばこのお花の図案とか。すごいな。こんなに綺麗な花が縫えるようになるんだ。ハンカチや靴下のワンポイントにちょうどいいから、私もよく使っているデザインなの。そうなんだ。そんな風に自分でアレンジできたら楽しそうだね。これ配信でやってもいいかも。刺繍を？前に愛理の料理教室をやったでしょ。あの時も日常生活でも使えて便利だって好評だったから、刺繍も配信でやったら興味を持ってくれる人がいるんじゃないかなって。確かにいいかもしれないわね。一緒に何かをする企画は喜んでくれる人が多いし。ごめんなさい。急に仕事の話をしてしまって。気にしないで。二人とも本当にいつもファンのことを考えてるんだね。私もその企画いいと思うな。日の森さん教えるのすごく上手だし。本当？朝比奈さんにそう言ってもらえたら心強いわ。それじゃあ愛理とみのりにも相談してみよう。それとよかったら今度私にも教えてくれない？企画を考える参考になりそうだから。わかったわ。時間を作ってみるわね。お願い。それならよかったら桐谷さんも一緒にやっていかない？でも私たちもまだ始めたばかりだし気にしなくて大丈夫だよ。桐谷さんに時間があるならだけど。そうね。はるかちゃんどうかしら。そういうことなら混ぜてもらってもいいですか？一緒に頑張ろう。じゃあ早速はるかちゃんにも基本のステッチを教えるわね。よろしくお願いします、しずく先生。しずく、レゼーデージーステッチってこれで合ってるかな？針を刺す位置も糸を引く力加減もバッチリだと思うわ。じゃあ次はでももうすぐお昼休みが終わっちゃうわね。本当だ。集中してたらあっという間だったな。いろいろ教えてくれてありがとう、しずく。今日はステッチの練習までだったけど、少しずつ線ができていってすごく楽しかった。それわかるな。頑張った分だけ形になってやりがいがあるよね。楽しんでもらえたならよかったわ。本当ならお花の図案を縫うところまでできればよかったんだけど。確かに
配信をやるならそういうのもやってみたいな。じゃあ、やりきれなかったところもあるし、よければまた一緒にやらない？そうしましょう。あ、そうだわ。せっかくだし、はるかちゃんはペンギンさんの図案を縫ってみない？え、ペンギンも縫えるの？家に動物の図案を集めた本があったはずだから持ってくるわね。ありがとう。次の刺繍教室も楽しみだね。今度はいつ集まろうか。そうね。また休み時間に教室でやってもいいけれど、みんなが良ければ私のおすすめの場所を紹介してもいいかしら。